皆さんこんにちは。今回はペダルのオーバーホールの動画です。初めてやったんですけど、意外と簡単でかつ楽しい作業ですね。自転車に乗れない人とかにおすすめの作業かなと思います。このペダルは Amazon などでおなじみの格安シールドベアリング内蔵のペダルです。チャイナ製あるあるでメーカー名の読み方がちょっとわからないんですけど、メーカー名は一応 CXWXC となっており、型番は CX930 ですね。僕は2021年にこれを購入して3年ちょっと使ったんですけど、そういえば今までメンテナンスは1回もしてこなかったんですよね。それでもまだ使えているので Amazon の評価の高さもうなずけます。ただ最近あれなんかちょっとガタつくなぁと気になり始めたので、分解して様子見がてらグリスアップしていければと思います。こんな感じでパッと見回転は問題なさそうですが、たまに回転軸がずれる時があり、これが懸念点ですね。工具紹介。使った工具はこちら。8mm の R 円キーと 6mm の R 円キー、掃除用のナイロンブラシと雑巾ウェス、8mm のソケットレンチ、あとは軽作業用のグローブと補充用のグリス、こんな感じですかね。あとはダイソーのプラトレーと556があれば掃除しやすいかと思います。まずは自転車からペダルを外していきます。右側は正ネジなので左回転で緩めます。ネジのいつも通りの方向ですね。このペダルは六角ボルトが根元についていないタイプなので、ペダルレンチや 15mm レンチは使えないパターンです。R 連キーをクランク側から挿して回します。サイズは 8mm ですね。ここと、あとはクランクのフィキシングボルトを締めるときに使うやつです。左側も外していきます。左側は逆ネジなので右回転で緩めます。最初は混乱するかもしれませんが、慣れてくると両側とも R 連キーやペダルレンチを後ろ方向からぶっ刺して上から下方向に力を加えると緩みます。逆に覚えやすいですよね。クランクと R 連キーを握り込む感じで力を加えると怪我しにくくておすすめです。ペダルが取れたのでロックボルトを外していきます。ここのサイズは 6mm です。一つ注意点があって、右側のペダルはこのロックボルトが逆ネジでした。正ネジ緩みの方向で全然緩まないので、もしやと思い逆ネジを試したら外れたパターンです。開けてみると中にナットが見えます。ペダルを裏側から R 連キーで押さえつつ、このナットをソケットレンチで回していきます。ソケットのサイズは 8mm でした。これナットが回ったように見えますが、ソケットレンチの根元が回っています。樹脂と接着しているところがもげちゃったみたいですね。雨が降ってきたので室内に移動しました。気を取り直して全て正ネジの左側からやっていきます。ロックボルトを取って中にあるロックナットを取っていきます。そうするとシャフトが抜けるようになります。はまっていたベアリングを外します。パーツはこんなもんですかね。ベアリングはぬるぬる回るのでまだ大丈夫そうです。一旦ベアリングだけ避難して556で洗っていきます。
汚れで見えなかったんですけど、シャフトにシールがついてますね。これも外して洗います。このシャフトの先の方はベアリングが荷重を受けるんですけど、根元の方はシャフトとペダルが直接接触するので、こまめにグリスアップしないと結構なスピードで摩耗しそうですよね。中もベースをちぎって拭いていきます。ゴムシールをはめて、グリスをたっぷり。ベアリングにも乗っけておきます。直接中には入れることはできないんですけど、グリスが抜けることもあるのなら入っていってくれることもあるのかなと希望的に置いておきます。シャフトを刺して、ロックナットを締めていきます。ガタがないところまで締めたら、ロックボルトを締めて左側完了です。ぬるぬる回っていい感じですね。次に右側をやっていきます。右側のロックボルトは逆ネジなので右回りで緩めます。そしてロックナットを緩めていくのですが、硬すぎますし向きがわからないので、グローブをつけて両回り慎重に試してます。逆ネジでした。こっち側で緩みます。ソケットに入り込んだナットを取って、あとは一緒の作業ですね。こちらもぬるぬる回るようになりました。完成。塗装の落ち具合が年季を語っていますね。雨が上がったのでペダルをつけていきます。Shimurakura Gensho desu zo。右側は正ネジなので時計回りで締めて、左側は逆ネジ、半時計回りで締めます。外す時とは逆で、どちらも前から刺して上から下ですね。いい感じ。以上、ペダルのオーバーホールでした。なんかペダルの調子が悪いなっていう時は、買い替えの前にふわりと思い出してくれると嬉しいです。このチャンネルでは引き続き僕の自転車に関する動画をアップしていきますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をして次回作をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。良い自転車ライフを。